これはアンドロメダ銀河の史上最高解像度のモザイク画像です。アンドロメダ銀河には推定1兆個の星があると言われており、そのうち約2億の星がこの画像に収まっています。10年以上かけて600枚以上の画像をつなぎ合わせたハッブル宇宙望遠鏡にとって最大の作品です。今回はこのような 4K の実写画像をもとにアンドロメダ銀河の本当の姿に迫ります。今から4分間で地球からアンドロメダ銀河に向かいます。一瞬で視界から地球が消えて天の川銀河を離れました。今の速さは光速の約3100億倍。恐ろしいスピードで移動しているはずですが、遠くに小さく見えるアンドロメダ銀河は全く近づいているように見えません。周りに目印となる天体もないので、まるで自分だけが広い宇宙で静止しているようです。天の川銀河とアンドロメダ銀河の距離はおよそ250万光年。1年でおよそ9兆4600億 km も進める光でも250万年かかるほどの距離です。最速の人工物であるパーカーソーラープローブが最高速度で飛んでも片道39億3000万年。ボイジャー1号だと宇宙の年齢の3倍以上という天文学的な時間がかかります。途中で美しい星雲や変わった惑星が見られればまだ気が紛れるかもしれません。ところが天の川銀河とアンドロメダ銀河の間はほぼ真空の状態。そこにあるものは目では見えない薄いガスや塵だけです。しばらくは変化に乏しい映像が続くので、アンドロメダ銀河に着くまでその観測の歴史を振り返っていきます。これがアンドロメダ銀河について記録された最古の資料。アンドロメダ銀河は肉眼で見える星の中で最も遠い天体です。そのため望遠鏡が存在しない1000年以上も前の時代から人々の注目を密かに集めていました。中央の魚の口に書いてある黒い点々がアンドロメダ銀河を示しています。時は流れて1771年、フランスの天文学者シャルル・メシエがさまざまな星をまとめたカタログを出版します。現在のアンドロメダ銀河も M31 という名前で登録されましたが、銀河ではなく星雲として記録されていました。当時は人類の住む天の川銀河が宇宙のすべてだと考えられていた時代です。正確な位置を調べるにあたってアンドロメダ銀河はあまりにも遠すぎたのです。1888年にはイギリスのアマチュア天文学者であるアイザック・ロバーツが初めてアンドロメダ星雲の渦巻き模様をはっきり捉えた画像を撮影しました。これは銀河の構造を写した画像の中で最も古い画像でもあります。19世紀後半になると銀河への理解が進み、アンドロメダ星雲は天の川銀河の外にある別の銀河だという意見と、天の川銀河の中にあるガスの雲に過ぎないという意見が対立していました。天文学の一大論争に終止符を打った人物がエドウィン・ハッブルです。1923年、ハッブルはアンドロメダ星雲の中で規則的に明るさを変える星を発見しました。これはセファイド変更性。明るさの変化する周期から絶対的な明るさを推測できるため、星の距離を測る宇宙の物差しとして重宝されています。これを利用してアンドロメダ星雲までの距離を計算したところ、これまでの推定をはるかに超える遠い位置にあることが明らかになりました。アンドロメダ星雲がアンドロメダ銀河になった瞬間であり、人類にとっての宇宙の大きさが数億倍以上に広がった瞬間でもありました。最初は小さな点に過ぎなかったアンドロメダ銀河がすぐ間近に迫っています。50個から60個程度の銀河が重力で結びついた銀河の集団、局所銀河群に含まれています。その範囲は直径600万光年から1000万光年。天の川銀河とアンドロメダ銀河だけで
銀河群全体の質量の約 75% を占めています。アンドロメダ銀河が天の川銀河のはるか先にある別の銀河であることを明らかにしたエドウィン・ハッブル。その名を受け継いだハッブル宇宙望遠鏡によって、これまでで最大となるアンドロメダ銀河の地図が作成されました。それが動画の冒頭で紹介したこの画像です。全体的に見ると普通の画像に見えるかもしれません。しかし画像を拡大していくとアンドロメダ銀河の本当の姿が浮かび上がってきます。そこにあるのは数えきれないほどの星の集団。この画像だけで2億個の星々を捉えています。明るい点の一つ一つが太陽のような巨大な恒星です。その中には地球や木星のような惑星をいくつも抱えた恒星もあるでしょう。星がぎっしり詰まっているように見えますが、実際には光の速さで数年、もしくはそれ以上離れていると思われます。今見ている領域はアンドロメダ銀河の端の方です。オレンジ色の恒星もまばらに見えますが、ほとんどが青や白の恒星です。中心部から遠いところには若くて温度の高い恒星が多いことを意味します。じっくり眺めていると目がくらみそうになるほどの絶景。この星の集団に手を突っ込んで砂のようにすくい上げてみたい誘惑に駆られます。中心部に移動していくと青い星が少しずつ減っていき、はるか昔に形成された星々の領域に入ります。年老いた星が大量に集まっている中心部では星の密度が段違いです。茶色いシミのような模様は濃いガスの構造を表しています。一つ一つの星が見分けにくくなっていますが、さらに拡大すると無数に輝く恒星の群れが見えてきます。アンドロメダ銀河の中心部はまばゆい光に包まれ、星の輪郭がほとんど見えません。ここには太陽の1億倍以上の質量を持つブラックホールが隠れています。最も恐ろしいのは、映っている星は実際に存在する星のごく一部に過ぎないということ。太陽よりも明るい恒星のみが画像化されています。当たり前ですが、ハッブル宇宙望遠鏡が感知できない明るさの星は映っていません。アンドロメダ銀河はおよそ1兆個の星を持つ巨大銀河です。小さな光の粒のどれかに生命を宿す星があってもおかしくはない。むしろない方がおかしいと思えるほどの光景です。この壮大な画像は少なくとも25億ピクセルで構成されています。25億ピクセルとは 4K ディスプレイを300枚以上も並べないと映せない解像度です。これを完成させるためにハッブル宇宙望遠鏡は1000回以上も地球を周回しました。大規模な天文学の写真にはとてつもない技術と時間がつぎ込まれているのです。この画像はアンドロメダ銀河の歴史を紐解く上で大きなヒントになるかもしれません。天の川銀河とアンドロメダ銀河はほぼ同じ時期に誕生したと言われています。近所に住む同い年のような銀河ですが、アンドロメダ銀河には天の川銀河と違う特徴が見られます。例えば、アンドロメダ銀河の方が若い星が多く、星の形成がより活発に起きていた歴史があるという点です。カリフォルニア大学のダニエル・ワイズ氏は、近くの銀河と衝突したことが原因だと推測しています。近くの銀河とは、アンドロメダ銀河の重力に惹かれてその周囲を公転する伴銀河と呼ばれる銀河です。アンドロメダ銀河の伴銀河として最も有名な銀河が M32 と M110。アンドロメダ銀河と過去に衝突した可能性があるのは M32 だと考えられています。およそ4億個の星を持つ M32 の直径はわずか1000光年。天の川銀河の100分の1という小さな銀河です。M32 の紫外線画像を見ると全体的に青く輝いている様子がわかります。この光は寿命の終わりに高温でヘリウムを燃やしている恒星から放たれている可能性があります。
つまり M32 にあるほとんどの恒星が年老いており、新たな星が生まれていないかもしれないということです。コンピューターシミュレーションによると、他の銀河の接近によってガスが吸収されると、星の形成が衰退すると分析されています。また、M32 がアンドロメダ銀河の核を剥ぎ取ったような形をしていることも理由の一つです。過去にアンドロメダ銀河と衝突し、互いに影響を与えていた可能性が指摘されています。いずれにしても、アンドロメダ銀河の伴銀河が歴史を解き明かす鍵になることは間違いありません。19世紀になってやっと撮影に成功したアンドロメダ銀河。現代ではいろいろな手段でその美しい姿を捉えることができるようになりました。これは探査機が撮影した10枚の画像をつなぎ合わせたもの。銀河本体から離れた宇宙空間にも星の形成領域がたくさん見られます。青色で示されている部分は高温で質量の大きい星が集まった領域です。アンドロメダ銀河の腕は普通の渦巻きではなく、リング状の珍しい構造です。赤外線画像を見ると、アンドロメダ銀河の腕の構造がより鮮明に浮かび上がります。星の光が青白く表示されており、赤色で表示されているのが濃いガスの層です。塵だけを表示した画像と比べると、中心部の光が際立って見えます。アンドロメダ銀河の中心核は少し変わった形をしており、1990年代にはハッブル宇宙望遠鏡が二重の核を捉えました。二重の中心核のうち明るい方の中心核はアンドロメダ銀河に吸収された別の銀河の残骸かもしれないと言われています。これはアンドロメダ銀河の中心核を分かりやすく表したイラストです。古い赤い星の円盤の内側に若くて青い星の円盤が隠れています。青い円盤の中にある小さな黒い点は太陽質量の1億4000万倍に匹敵するブラックホールです。普通であれば超大質量ブラックホールが飲み込んだ物質はブラックホールに落ちる際に加熱され激しい光を放ちます。ところがアンドロメダ銀河や天の川銀河の中心部にあるブラックホールは明るさがあまり変わりません。そのため宇宙で最も静かに食事をする銀河とも言われています。この画像は4つの赤外線検出器をすべて使用して撮影されたもの。満月100個分以上に相当する範囲を捉えたダイナミックな画像です。青色は年老いた星を示しており、黄色と赤色は生まれたばかりの質量の大きい星によって加熱されたガスや塵を表しています。そしてこれが2025年6月に公開された最も新しいアンドロメダ銀河の画像の一つ。X 線、赤外線、紫外線などで撮影したデータを合成処理したものです。アンドロメダ銀河の外にある星々も強調され、宝石を散りばめたかのような輝きを放っています。アンドロメダ銀河の直径は15万光年から22万光年。最大で天の川銀河の2倍に達するとも言われていましたが、実際のアンドロメダ銀河はそれほど大きくないかもしれません。近年の観測結果によると、その質量は天の川銀河とあまり変わらない可能性もあるそうです。星の数は倍以上もあるのに、質量はあまり変わらない。この一見矛盾した現象の裏には、銀河を包み込む謎の物質が関係しているかもしれません。すべての銀河はハローと呼ばれる広大なガスの層で覆われています。その成分は主に水素とヘリウムからなる気体とダークマターという正体不明の物質によって構成されていると考えられています。しかし銀河ハローを直接観測することはできません。観測できないのに確かに存在する。多くの学者がそう確信している理由は、見えない何かの存在がなければ説明できない観測データがあるからです。天の川銀河の外で銀河ハローが初めて検出されたのは1960年代後半になってからでした。天文学者のジョン・バコールとエドウィン・サルピーターが
遠くのクエーサーを観測していると謎の痕跡を発見します。クエーサーは銀河の中心にある超大質量ブラックホールに飲み込まれた物質が強力なエネルギーを放つことで生まれます。一般的な銀河の1万個分の明るさで輝くクエーサーもあり、数十億光年先にあるクエーサーも観測できるのです。遠くにあるクエーサーからの光は地球にたどり着くまでの間に銀河を包み込むハローを通過します。この過程で銀河ハローがクエーサーの光の一部を吸収された痕跡が刻まれたクエーサーの光を2人が観測したということです。つまり銀河ハローを直接見ることができなくても、銀河ハローを通過した光の痕跡を調べることで銀河ハローを間接的に分析できます。この方法は地球にやってくるクエーサーの光の通り道に銀河がなければ成立しません。多くの銀河は地球から見ると点のように小さく、銀河一つにつきハローを観測できるクエーサーの数も一つしかないというケースがほとんどです。しかしアンドロメダ銀河は距離が近くてサイズも大きいため、その背景に多くのクエーサーが発見されています。この図はアンドロメダ銀河のハローの探査に使われた43個のクエーサーの位置を示したものです。アンドロメダ銀河のハローの大きさは銀河本体から130万光年先まで広がり、方向によっては200万光年も離れていることが分かりました。もしアンドロメダ銀河のハローが肉眼で見えたら、その幅は北斗七星の約3倍、満月よりも大きく明るく輝き、夜空で最も巨大な天体になります。銀河ハローは将来的に銀河が星を生み出す時に使う材料や超新星爆発などによって本体から流れ出たガスが含まれています。アンドロメダ銀河の過去と未来を調べる上で貴重な手がかりとなるのです。これはアンドロメダ銀河と天の川銀河の衝突シミュレーションです。1秒ごとに1億500万年が経過します。後ろに見える3つ目の銀河は局所銀河群で3番目に大きい三角座銀河です。ハッブル宇宙望遠鏡の観測データによると、2つの銀河は1秒間におよそ 109km の速さで接近しています。そして37億年後から38億年後には衝突を開始。1回の衝突で一つになることはなく、何度かすれ違って円盤を大きく歪ませ、徐々に合体していきます。約60億年後には一つの巨大な楕円銀河、ミルコメダ銀河が誕生。このシミュレーションでは三角座銀河はミルコメダ銀河の周囲を回っていますが、三角座銀河を含む3つの銀河が合体するパターンも想定されています。銀河が衝突するときに夜空がどのように見えるかをシミュレーションした映像がこちらです。接近するにつれてお互いの銀河が重力で引き伸ばされ、星の流れがバラバラになっています。最終的に楕円銀河の明るい光が夜空を支配しますが、その時代の地球はすでに居住可能な惑星ではありません。もっともアンドロメダ銀河と天の川銀河が衝突しても、星同士が衝突する可能性はかなり低いと言われています。星が最も密集している銀河の中心部でも、星同士の平均的な距離は約2800億 km。星が少ない銀河の端の方へ行くと、星と星の距離は平均28兆 km にまで広がります。星をテニスボールの大きさに置き換えると、密度の高い中心部であっても、一番近いテニスボールまでの距離は 13.5km。銀河の端の方では 1350km も離れていることになります。星同士の距離は想像以上に遠いのです。天の川銀河に2000億の星があり、一つの星が端から端まで通り抜ける場合を想定してみます。この星が天の川銀河にある星とぶつかる確率は1160億分の1。もちろん星の分布にはムラがあるので、運悪くぶつかる星もあるかもしれませんが、確率的にはほぼゼロに等しい数字です。ただ、星と星はすれ違っても、星と星の間にある星間ガスはすれ違うことができません。星間ガスの平均的な密度は
1立方センチメートルあたり原子1個程度。かなり薄いものの、場所によって濃いところと薄いところがあります。銀河同士が衝突すると星間ガスも圧縮され、密度が数万倍に跳ね上がります。すると星間ガスそのものが持つ重力によって収縮を始め、星の元となる天体が生まれます。銀河同士の衝突によってたくさんの恒星が新たに誕生するのです。このように銀河は合体を繰り返すことで、その規模や形を変化させていきます。ところが近年になって2つの銀河が衝突しない可能性も出てきました。2025年6月にネイチャー・アストロノミーで発表された論文によると、銀河群の中でアンドロメダ銀河と天の川銀河の次に質量の大きい三角座銀河と大マゼラン雲が2つの銀河の軌道に影響を与える可能性があるそうです。これによって今後100億年の間に天の川銀河とアンドロメダ銀河が衝突しない確率が約 50% に上ることが分かりました。1000億年間というさらに長い年月では、ほとんどの銀河は重力によって巨大な楕円銀河にまとまると言われています。しかし少なくとも100億年という短い間では、天の川銀河がアンドロメダ銀河と一つになることはないかもしれません。夜空を見上げるとかすかに見えるアンドロメダ銀河。しかしその光は250万年間も宇宙を進み続けた末に地球まで届いた光です。一生たどり着けない巨大な銀河から放たれた光の片道250万年という途方もない旅は、あなたの目に届くことで終わりを迎えたのです。